おはようございます。たかしです。本日は3月14日木曜日、ただいま9時37分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日の冷やしはローソク足、実体部分が小さい、そして上髭、下髭を出した、そんな形になってきてます。これですね。で、今のところですが連続陰線で下げてきて、そして火曜日に大きめの陽線、そして昨日水曜日は小さめの陽線になってきております。つまり陽線の実体部分が小さいってことは、上がるのか下がるのかを迷っているということですので、ここから再び下落していくっていうことも考えられますし、本日さらに上昇していくっていう、どちらとも取れる、そういうローソク足になってきております。現在全体の環境認識としては、日足の GMMA に接触して、今までが上昇トレンド中でしたので、ここから再び日足単位の上昇に入っていけるのかというところ、それからストキャスティクスもゴールデンクロスしてきておりますので、インジケーターを見ていると比較的上昇しやすい試合ではあるんですが、今はもうしばらく上がったり下がったりと方向感のない動きをしやすそうな、そういう試合にありますので、売っていく場合も買っていく場合もしっかり引きつけるということが大切ですね。ですので単純に考えるのであれば、この昨日のローソク足の上髭の先端を超えてくれば上昇しやすくなりますし、下髭の先端を抜ければ下落しやすくなるっていう風に考えておくのがいいんですが、今日足は上昇トレンドと言いました。そして GMMA に接触してきておりますので、どんどん下落するっていうイメージは今のところありませんので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足では日足で見えていたこのダブルトップですね。このダブルトップを作っての下落。ただもう少し下落してきて欲しかったんですが、この過去の安値、このあたりですね、2月の12日とか2月の15日、この辺下髭を出しているこの安値が意識されて今反発をしてきております。ただし現在は GMMA の青帯付近、それからストキャスティクスもデッドクロスしてきておりますので、今4時間足は下落トレンドですよね。高値を切り下げ、安値を更新してきておりますので、こういう下落トレンドを描いてます。その中で GMMA に接触してきているので、ここからは下落しやすいポイントと考えられます。ただ先ほど日足で見たように、日足は反発上昇するのかっていうところ、そして4時間足は下落するのかっていうところですので、日足の上昇トレンド対4時間足の下落トレンドというのが現在の形ですので、じゃあ日足の上昇トレンドに戻っていけるのか、それとも4時間足が下落トレンドを継続していけるのかっていうところを見ておきたいですね。で、ざっくりとですが、直近のこの高値、安値にオレンジの水平線を引いております。安値が 187.988、そして高値が 189.725 というこのオレンジの日本の水平線を上抜け、下抜けした方についていくという考え方でいいと思います。ただし先ほど日足でも言ったように、下抜けた場合はすぐに日足の GMMA とかもありますので、やはり反発しやすくなりますので、下抜けた場合の騙しにはご注意ください。上抜けた場合は直近高値の191円ぐらいまで上昇していくと考えますので、その流れに乗っていくのがいいと思います。ただ現在4時間足はストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてますので、やはり本日は終日上値が重くなる可能性があるので、この過熱感もう少し解消してほしいところですので、もう少し下落してくる、もしくは安値圏まで下落するのを待って次の上昇のタイミングを見ておくと分かりやすい。もしくはこの 189.7 っていう水平線を上抜けてからの上昇の流れを見ておくと分かりやすいと思います。では1時間足です。1時間足、先ほど言ったオレンジの水平線が分かりやすく表示されております。ここに矢印描いてますが、これ昨日ブログで書いていたものなんですね。で、ここまで上昇してくればこの青い矢印で売られやすくなりますし、下がってくれば買われやすい。そして先ほど言ったようにオレンジの水平線を上抜ければ買われやすい。そういう風な動きをイメージしていたんですが、昨日結局この上限まで到達するまでにストキャスティクスデッドクロスからの下落になってきております。現在は上昇トレンドを描いているんですね。ここわかりますね。直近最安値から安値を徐々に切り上げてきてますよね。そして高値も切り上げているので、
小さく上昇トレンドを描いておりますので、まずはこの上昇トレンドの流れに乗っていく。GMMA の青帯も今上向きになってきてますね。ちょっとこの動き方としては綺麗じゃないんですが、上向きになってきてますので、現在のこの上昇トレンドに乗っていくなんですが、直近の戻り高値がこの先ほどのオレンジの水平線になりますので、ここを明確に上抜けてくるのを待ちたいですね。そこからの方が上昇しやすくなると思いますので、先ほど4時間足で言ったように 189.725、そこを明確に上抜けてからの上昇の方が流れに乗りやすいと思います。またこの1時間足の現在の上昇トレンドを崩してくれば直近安値188円ぐらいまで下落すると考えますので、その辺も見ておきたい。ただし下落方向はあまり狙わない方がいいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は上値が重そうなんですね。ポンド円と違って GMMA の青帯を下抜けているんですよ。ですので GMMA の青帯付近まで現在上昇してきているので、そろそろこの辺で上値が重くなってきそうなところ、それ昨日のこのローソク足を見ていてもよくわかりますよね。ここ結局昨日ローソク足実体がないんですよ。ポンド円も似たような形にはなってますが、ドル円の場合は GMMA の青帯で上値を抑えられているように見えます。そう考えると今ここ2日間陽線にはなってますが、ここから本日切り返して下落していくということも考えられます。ただ、これポンド円と一緒ですが、ストキャスティックスが今安値圏からゴールデンクロスしてきておりますので、やはり比較的上昇しやすい試合にはありますね。GMMA の青帯を明確に上抜けてくると152円ぐらいを目指すと考えるんですが、今のところは GMMA の青帯の下にありますので、比較的売られやすい、上値は重くなってくる、そういう日足の形になっております。ここから下落すれば黄色丸の安値146円ぐらいまで下がると思いますけれども、本日の日足が陽線になるのか陰線になるのかっていうところで、ここから下落するのか上抜けていくのかっていうのが考えやすくなってくると思いますので、本日のローソク足注目です。では4時間足です。こちらもポンド円と似てますよね。現在は GMMA の青帯にぶつかってここから下落するのかどうかっていうところ、ストキャスティクスは下落中です。そして今ずっと下落トレンドを描いておりますので、基本的にはここから下落してもおかしくない。そして一昨日ですね、火曜日一度接触してからの下落、そして水曜日昨日も一旦 GMMA に接触しての下落になってきております。何度も上値をトライしているんですが、若干高値を切り下げての下落になってきておりますので、本日はここでの揉み合いをどちらに抜けるかですね。現在は GMMA の青帯付近に張り付いてますので、上抜ける可能性、そしてここから下落する可能性、両方があります。ストキャスティクスは少し弱いんですが、日足のストキャスティクスはゴールデンクロスしてます。ただ4時間足の GMMA があるポイントっていうのは、先ほど日足で見たように、日足の GMMA も同じところにありますので、やはり上値は重くなってくると思うんですね。で、ここを上抜けるためにはそれなりのエネルギーがいると思いますので、例えばヘッドラインニュースとか、あとは指標発表で大きく上抜けるっていう、そういう動き方をしてくる可能性を考えたいので、そう考えると本日特に何もないようであれば、ここを上抜けは難しいのかなと。ですので現在地付近での揉み合いで終わるのかなと。ただもしドル高とか、強めの円安に動くのであれば、この GMMA の青帯を上抜けてきますので、その辺の動きを見ておきたいですね。現在地は4時間足では下落してもおかしくないところなんですが、ここ2日間の動きを見ていると上抜ける可能性もありますので、今はそれがどちらかわからないので、どちらかがはっきりしてから動き出してからその流れに乗っていくのがいいと思います。では1時間足です。こちらにも矢印描いてます。これ昨日のブログに描いていたものですが、こちらもポンド円同様にそこまで到達しておりませんので、矢印はまだ継続と考えておきたいです。今まではこの赤い水平線の中でのレンジと見ていたんですね。ただその中でさらに小さくレンジを作っておりますので、黄色のボックス、本日はこの中での動きを見ておきたいですね。このボックスの中での動き、そしてボックスを抜ければ次のラインまでみたいな感じで見ておくと分かりやすいと思います。ドル円もポンド円もしばらく方向感のない動きが続くと思いますので、あまり大きなトレードではなくって、直近の高値とか直近の安値まで狙っていくようなトレードがやりやすいと思いますので、もしよければ参考にしてみてください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、
複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。